司は好きですか？好きです。早速マグロ4、サーモン2が届きましたんで、どうぞ。あ、そうなんですか。はい、小橋さん。すごい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10巻。10は2巻。いいんですか、こんな。いただきます。美味しいですね。美味しいっす、これ。4皿完食。いつでも何皿ぐらい食うの？でも30。それやっぱり30。いや、じゃあネタじゃなかったんだ。釣りプロは30皿がデフォってさっき言ってたけど、デフォだ本当に。だって去年の替え玉8杯もね、すごい回ったんだよ動画。コメントもめちゃくちゃついてて、やっぱ気持ちいいんじゃないかな、みんな食べるのが見てて。俺と小鉢であんな頑張って釣った方の動画の方が回ってないっていう。これでいいのかって。これで10皿。いくらもですか？どんどん全然平気？はい。いくらとかも。どうすじゃあ普段家族っていうか自分でプライベートで回転寿司行っても30皿ぐらいは食うんだ。ガンガン食えるときは。ちょっとお会計いくらなの？30皿食うと。そうですね。嫁さんと子供が食べてもなんか5、6皿とかだと。ほぼ小バッチで。まあそういうことね。じゃあ食べ放題の店とかが一番コスパがいいんだね、やっぱ。でも大体地元はもう出禁になっちゃったみたいな。入り口にウォンテッドって貼ってあるんですよ。レジ裏に貼ってあるのかな、写真。前回もそうだけど見てるだけでお腹いっぱいになるんで。これで16、半分いった。半分。全然平気？すごいです。16皿。小バッチ見てると俺もいっぱい食べれるぞって気がしてきて幸せになる。何年か今そういう方いらっしゃいましたね。そういう方。僕も言ってるそうな気がするって言って同じの頼んで、もうおい、小バッチ食べてくださいってやつね。頼まないとなくなっちゃうよ。3皿分。19。あ、やばいやばい。これで20皿、22皿。いや本当に30いくね。もう全然へっちゃら。今の腹具合どうですか？まあ30はまあ今握ってますんで、すいません、しめ鯖急いで。これ俺用だったんだけど先言ってください。これ3貫入りなんで私が1つ食べますんで、これで1皿分ってことで。うまい肉。多分今、一番下っ端の子が米研いでる。これ1皿だから23。すごいな。今までどれだけの命が小バッチの胃袋に収まったんでしょうか。その分地球に還元しないといけませんね。小バッチが食べてきた命にね。どう還元するの？一生懸命生きるってことじゃないですか。それでしょうもないのたれ死にしたら、今まで小バチのために消えてった命が許さないでしょ、天国で。こんなお前の死のために俺たちは死んだんじゃねえんだっつって、牛や豚や鳥が怒って待ってると思いますよ。だからいい人生を全うしてそうだな、令和維新ぐらい起こしてくれれば、セゴ丼に続くコバ丼で。似てるがどんどん痩せた時は的場浩司ってなって、そこから佐々木健介になって、そこからなるほど。セゴ丼になって、最近ヤゴロウ丼っていうのがなるほどね。でもなんかこれ虐待とかじゃないから、本当にお腹いっぱいだったら言ってね。こう今23、これ食べて25、ちょっと満足してきたかなって感じだ。食べるだけでコンテンツになるって羨ましい。本当にみんな一生懸命企画考えてね YouTube 撮ってるのに。ちなみに私なんか撮影と小バッチのオーダーする方に忙しすぎてまだ6皿しか食ってない。でも普段そんなもん10皿食わなくなったな。俺が20代ですごい食べて13皿とかだったな。1回だけ男6人で一番少ないやつが払うって言って6人で大食いバトルして、俺19皿食べたけど全部払った。でももうね15ぐらいから誰かが食べたらみんな食べるみたいな感じで、ただの我慢ゲームなので、もうこれ無限に続くなと思って、もう俺が払うよみたいな、そういう負け方。豚肉のお寿司6、7、8、あと2つ。
30皿食べながらいつも何を持ってるの？くら寿司によく行くんですけど、うんうん、くら寿司って5皿ずつ食べるとなんかタブレット上でミニゲームみたいなのが出て、うんうんうん、なんかガチャガチャみたいなのがこう当たったり落ちてくるんですよ。ビックラボン。ビックラボンです。うんうん、それをまあ娘がいるで、やりたがる。まあそれのためにこう最後に。これで全部食べたら30皿です。これはのどぐろです。これのどぐろです。美味しいです。赤むつ。赤むつ。うんうん。確かに鹿児島にはいないからね。これでも30ですね。これで30です。30達成。だってこれがラスボスっぽいですね。寿司というかこれ豚丼ですよね。豚丼ですね。32皿目、3皿目ですね。まだ足んなかったりする？もうさすがに十分。それなりに。いい具合だと思います。いい具合ですか。朝すき家のキングカレー食った時もお腹いっぱいになったって言ったら、まあそれなりに。それなりって何？俺聞いたんだよ、レジの女の子に「キングカレーってよく出るんですか?」っつったら「あ、私は初めて出しました」っつっていや目キラキラしてて、だからやっぱ大食いってモテるでしょ。だって女の子で一定数いるよね、よく食べる人が好きとか美味しそうに食べる人が好きって。そういう女子いるよね。俺も昔若い時デートしてて目の前の女の子に「なんか美味しそうに食べる人私好き」って言われて嬉しかった記憶があるけど、もうなんかその自信が粉々になりましたよ。これ上には上がいましたね。この人を見てると32だからな。スイーツはなんか行きたいのありますか？もうソフトクリーム食べたいです。おお、マジか。チョコ、マンゴー、小豆。小豆ソフト食べたい。すごい。小豆好きなんです。一番ヘビーですね。本当ですか？小豆僕目がないんですよ。でも一生勝てない感がいいですよね。モテるよね。圧倒的強さみたいな。強さね。こんだけ食べるんだから絶対私を守ってくれるはずってなりそうだもんね。もう満腹で動けないよみたいな。何もできない。実際は家で牛になっちゃってダメだったみたいなね。これ特急来ました。さあ最終列車になります。はい、最終薩摩仙台行き発車いたします。おお、楽しい。これは楽しい。これは俺も3回までは楽しい。小豆ソフト。小豆ソフト。でそれで34皿で完食でいいですか？はい。そのうち誰かが破りに来ますよ。34皿以上。誰かいる？あ、こいつ俺より食うかもって人いた？いや、向こうで会った人ではいないですね。おお。僕の職場の近くにラーメン屋さんがあって、そこも替え玉ができるってことで、で高校もすぐ隣にあるんで、替え玉何杯みたいな記録が名前が貼ってある。13杯食ってるやつがいるんですよ。でそれを打とうと思ってたんですけど、張り紙するあれがなくなっちゃって、ちょっと張り紙するんだったらちょっともう一回挑戦したかった。なるほど。11なんで。じゃあどこかにいるんだな、その小鉢を超える大食いが。多分ラグビー部かそのあたりだったような気がします。小鉢みたいなタイプだと俺が作る差は合わないもんね。柔らかすぎてね。使い分けの中とかで楽しむ程度。いや、バルバルあれ俺とか高橋とか普通の体格の人が目いっぱい気持ちよく曲げてバーンって反発力が最大化するように作ってんだけど、ハイローラーもう1段か2段パワーある人からするともう曲げた後戻ってこないうちにリリースポイントいっちゃうから、もっと飛ばせる差をだから M とか MH の方が飛ぶじゃない、曲げられるから。そうですね、MH がやっぱりなんというか、自分の中では初速が違うもんね。いやだから MH を小鉢から投げると ML ぐらい曲がってんだよね。 MH はみんな思いルアーを振り切るために投げてんだけど、実際は振り切れてない人が大半で、 MH 振り切れる人はブルブルのテスターいっぱいいるけど普通の人振り切れないから。戸沢さんみたいなバシャってムチみたいな感じで飛ばすのもいいなと。いやでも戸沢さんの腕力すごいからね。そうですね。あの人一見細いんだけど、恐ろしい手の力してるよ。いや実際横でやってるとあれなんでその層で飛ぶのっていう飛距離を出すんで、でも普通の人あそこまで曲げらんないじゃん。反発力が出せない。ちょっと俺小林さんもう一回特急取りたいの。特急まもなく到着します35皿目小豆増量してる
もう多分店の人も負けたわと思った。博多行きまもなく出発いたします。閉まるドアにご注意ください。ああ、いい香りで。すがすがしいですね。小豆のソフトクリームって最高じゃないですか。バッテリー1個使った回がありますよ。あとはこの店内放送の音源が NG で YouTube で使えないってことにならないことになりたい。編集の方よろしくお願いします。可能になるから。あ、本当ですか。ちょっと音源対策よろしくお願いします。いや、小バッチ大食いチャレンジはまさっち釣りチャンネルの企画なんだから公式がパクんじゃねえよって思った。1万3000、あ、でも思ったより安い。いい店じゃないですか。こんなに食べて1万3000円で済むなんて。はい、ってことで小バッチ35皿チャレンジでした。30皿がデフォで動画タイトルつけます。はい。加納さんよろしくお願いしまはい、ご視聴ありがとうございました。す。ありがとうございました。